予想ほぼ的中なのではという予想。はい。ということで、今回もですね、漫画版汎用熱射姫最新話の話していきましょう。今日やっていくのは39の章帰還というこのタイトル通り、前回陸を追ってトワさんというか三姫が現代にこう戻ってきたわけではあるんですけど、なんか今回話始まりましたら、すでにその、帰ってきてから4日ほど経過していて、まあこれはその、トワさんのね、傷の影響っていうのがあるんですけど、その間、刹那さん、諸刃さんは、まあ現代のこの技術の進歩というか、文明の人類の進化というところに、まあ驚きつつも、まあなんとなく馴染んでいくよねっていうような、まあこれまでだいぶその戦国時代でね、命をかけた戦いみたいなのをしていたんですけど、それとは打って変わってだいぶ落ち着いた日常的なね、回にはなっていたのかなと思います。はい。なんだけど、でもこれもまあ、結局ですね、今後あるでかい戦いのための最後の休息ポイントみたいなところもね、非常に大きかったんじゃないかなと。でもこの緩急っていうんですかね、ギリギリの戦いをしていたからこそ、この落ち着いたところですごい良かったところを話していきますと、まずはこのカゴメ犬夜叉の写真を、日暮一家に見せるというシーン。これがね、やっぱいいんですよね。はい。これ前に似た話で、かごめさんに対して、日暮家族のその映像をね、とわさんがスマホで見せてくれるよっていう場面があったんですけど、これがやっぱりその、かごめさんっていうのはもう一生ね、会えません。けど、犬夜叉と一緒にいたいんで、行きますという、この覚悟で、やっぱ戦国時代をね、選んだわけでございます。だからもうそんなね、もう会えないと思っていた家族の姿っていうのを、録画映像とはいえ、見れたし、その言葉をね、聞くことができたという、この喜びっていうのと、そもそも、日暮一家側も、もう分かってるわけですよ。会えないと。いうのはね、分かってるんだけど、このもう気持ちの思いをね、気持ちっていうところで、かごめが言ってから、毎年そのかごめさんへのバースデーメッセージっていうのを取り続けていた、この日暮家の思いっていうところも含めて良かったわけなんですけど、その日暮家の、なんかその十数年分の思いの成就となるような話でもあるんですよ。今回のその、メッセージを届けれて、で、かごめさんのその姿を見れたという、今回のこの展開はね。だからそりゃね、もう、前の話同様にぐっとね、来るものがあったわけでございますし、もう犬夜叉の最終話のちょっとこの根幹を揺るがすような、出来事でもね、あるのかなというのがありましたので、非常に本編にね、関わるっていうとこではないんですが、盛り上がりのね、とこではあったんじゃないかなと。で、他にも色々とですね、日暮家一家でのその日常会的なところで良かったところね、たくさんあったんですが、ちょっとそのね、物語の、今後の話でいろいろ関わるところを見ていきますと、リクさんのところには、なりますよね。最後ちょろっと登場しただけではあったんで、そこまでね、はっきりしたものはないかもなんですけど、それだけでもいろいろと見えるところあったんではないかなと。話していきますと、まず、キリン・オサムが陸であるということが、ちゃんと確定したかなっていうのはありましたね。これはその先月椎名先生もブログの方で言ってはいたんですが、その物語の中でね、ちゃんと明確に言ってはないけど、そういう描写がね、あったっていうのは、大きいんではないかなと。だからやっぱりその1話の方でね、授業をしていたのは、リクさんってことなんだけど、この浮橋の話ね。この語りが前ね、その、トワさんについて言っているのかなとか予想してたんですけど、結局これはそれも含めた理想の世界の創造というこの野望が、どれだけ年月を経っても忘れられるものではないよねっていう、その意味合いの方がね、ちょっと強かったのかなっていう、そんな感じがしました。で、その目的の達成、リオのね、生きた世界を作るという、このキリン丸リグの、この目的達成のための一環としてやっておりましたのが、時の風車の再設計。あんまりこれまで僕、時の風車についてね、そんな触れてなかったんですけど、そうだよね。その、陸キリン丸さんの目的には、絶対いるアイテムではあるので、現代でね、どのようにするのかなっていうのは、思ってるところはありました。結局その戦国時代にしかないからね。これがその今というか、結局これも4日経ってるから、なんでこれリアルタイムで経過するんだっけ？現実で4日経ったら戦国時代も4日経つんだっけ？でもそんな感じだよね、確か。今回、向こう側見えてなかったけど、戦い終わったんすかね
わかんないですけど、まあ、とりあえず今戦っているとされる戦国時代の方で、桐花と殺生丸さんのところに時の風車っていうのはあるわけですから、まあ、そこからその500年ぐらいだったら、まあ、多少風化しても現代にも残ってるのかなとかなんとなく思ってたんですけど、まあ、今回のそのリクさんの話を見る限り、新しく作ったような感じはあるよね。だからそうなると、その戦国時代の時の風車は、まあ、その殺生丸との戦いによってなんか破壊されちゃうのかな、なくなるのかな、どうなのかなっていうのは、まあちょっとありつつ、まあやっぱりその、時の風車を作るまでに、やっぱそれなりのね、期間が必要になっていると思いますし、あと、まあ、リクさんがその、先生をね、キリン治として先生になっているというところ。そして今回の話の、発言としてありました、悲しみのない世界があなた方、これは三姫のことだね。この三姫の期間で完成しますっていうこの発言からもですね、やはり時の風車によって戦国時代から現代に飛んでから相当長い時間が経過している。だから直接その三姫みたいに令和の時代に飛んだわけじゃなくて、一旦その時の風車が作れるぐらいまでの猶予があるぐらい前に到着していたが、何かしらの理由でその時の風車が動かせなかったんだけど、その三姫が来たことでその動かせるようになっている。つまりリグの狙いっていうのは戦国時代で力をつけた三姫が帰ってくるのを待っていたんですねっていうところは、大体前回ね、予想していた通り感っていうところが、非常に高まったんじゃないかなと思うんですけども、よりここら辺の詳しい説明っていうのは、今後ですね、次回わかるんじゃないかなと思います。で、だからその予想していたっていうところはあったんだけど、その予想していたその三姫の力プラス、この時代で再び近づいてくる妖霊星の力もこれ、利用しているっていうのはなかなかね、新たな発見というか、でも、そうだよね。なんとなくこれね、戦国時代で、僕、もうすべて蹴りつけるのかなと。なんか現代戻んねえのかな、漫画版はみたいな風に思ってたんですけど、でも現代に来たっていうことは、そりゃ、妖霊星あるよね、と。でもこれね、なかなかこの妖霊星、アニメ以上に、大きな問題だなと思いまして、結局アニメの方では、そのキリン治先生が受け止めてくれたっていうのが、最終一番大きいんじゃないかなと思うんですよ。だから、今回、この漫画版の方では、そのキリン先生が味方ではないどころか、妖霊星と共に敵として立ちはだかってくるっていうのは、非常に大問題。これはさすがに刹那さんとはさんの、転生剣っていうね、漫画特有の新たな大きな力はあるんですけど、これがあるといえど、ちょっと厳しいですし、あと一応モロハさんいますけど、モロハさんに至ってはね、なんか、なんもないよね。最近の成長。一応これまで全体のところで見ると、ベニヤ社になったっていうところはね、一つ、なんか大きい展開はありましたが、あとは3コンテストぐらいしかないんで、ちょっときついよね、モロハさん。なんかアニメの時も思ってたんだけど、一応アニメの方ではなんか弓矢もらうとかあったんですけどね。もらってんのかな？なんか見逃してるかちょっとわかんないですけど、覚えてる限りなんもないような気がする。これね、だからテスタイカぐらいね、なんかもらっとけばよかったのになとか思うんですけど、でもやっぱ現状の戦力では、到底ね、無理になっておりますので、となると、やっぱりまず展開的なところ考えると、リクさんを懐柔してから、止めるという流れだよね。でもリクさんいてもどうにかなるという感じはあるので、でもどうなんだろう。今回妖霊星ってさ、かけらだけ落ちてくるんですかね。なんか本体が落ちてきてたよね。アニメとかだと。かけらだったらまだあと昔の殺生丸さんでもちょっとね、なんとかなるぐらいの感じはしたんで、大丈夫なんですけど、アニメみたいに本体が落ちてくるとするなら、もうちょっとここで、リクさんが命を落として止めるぐらいの、展開は必要になってくるが、だからここなんですかね、リクさんがトワさんの騎士として
役目を果たすというところは。まあそんな感じもあるんだけど、まあそれか、ちょっとね、最近、疑問というか、なんとなく考えているのが、まあ結局今回の物語のスタートって、その妖霊星がやっぱ世界をね、めちゃくちゃにしようとしていて、で、それを神の意志を託されたアクルさんっていうのが、まあ選んだね、その地球の守護者。そいつらに、まあ、その妖霊星の攻撃を阻止させるんだっていう儀式みたいなものを、その500年ごとにもう太古の時代からね、まあ繰り返しているそうなんですよね。だからまあその、1000年前には犬の大将とキリン丸が、で、500年前には犬夜叉と殺生丸が、みたいなことをしているんですよ。だからそうなると、その、現代にもね、アクルに選ばれた存在っていうのがいるんじゃないのかなと。でも現状ですね、そんななんか、現代ですげえみたいなやつは出てないので、おそらくその令和の時代に関しては三姫たちがね、その守護者としての役目なんだ。そもそもアクルいるんすかねこの時代にっていう感じなんだけど、そこら辺もわかんないんだけど、まあ、でもとりあえずじゃあ今回三姫がその守護者だとするならば、そもそも今三姫たちがいるのって、まあ、やっぱり1000年前、500年前に犬の大将とかキリン丸とか、殺生丸とかにいろいろ手を出した結果、今いるんですよ。時を超えて。じゃあ、何もしなかったら、なんか適当な攻撃をしてたら、もっと余裕で、現代で世界をね、破壊すること、破滅させることできたんじゃないんですかねっていう説。まあ、もしかしたらね、これは三姫いなかったらで、新しい、なんか守護者的なのがね、選ばれたのかもしれないんですけど、まあでも結局、こんなん結果論ではあるので、まあなんか世界滅亡のために、もう何万年もぐらいかな何億年もぐらいですかわかんないですけど、まあ頑張っている、妖霊星さんにね、まあ言うことじゃないんですけど、まあちょっとだけね、妖霊星さんどうなんですかねって、はい、思いましたっていうところで、漫画版汎用の写姫39の章、いろいろ分かったような、いや、まだまだ分かんないとこあるような、はい、そんな話でございました。